今回の舞台はアメリカ・ニューヨーク州。2019年7月14日、そのニューヨーク州中央部に位置する都市ユーティカで現代社会ならではのおぞましい殺人事件が起こったんです。被害者はビアンカ・デビンズ、当時若干17歳の女性でした。事件は彼女が知人の男性とライブに行くという何の変哲もない日常の中で起こったんです。悲劇的ではあるものの、この世でそう珍しくはない殺人事件は予想外の方向に展開していきます。なんと事件直後、首に致命傷を負っているビアンカの写真がネット上で拡散。さらにそれに対するネット住民の反応は非常に意外なものだったんです。彼らの反応は彼女の擁護ではなく誹謗中傷だったんです。一体なぜこのような残酷な事態となってしまったのでしょうか。そして彼女は命を奪われる必要があったのでしょうか。それは彼女の持つ現代社会ならではの特徴が原因だったんです。ビアンカ・デビンズという女性は SNS 上で活躍するインフルエンサーだったんです。ある男性と遊びに行ったきり帰らぬ人となってしまったビアンカ・デビンズ。インフルエンサーであることがこの事件とどんな関わりを持つのでしょうか。そこには我々も決して無関係とは言えない現代社会の闇があったんです。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。普通ね。闇闇子です。あんた普通になったのに手合わせるのに、触ってきた。触られると気持ち悪い。というわけでね、本日ご紹介するのは現代社会の闇が命を奪ったと言われるビアンカ殺害事件です。こちら昨年7月にインフルエンサーであったビアンカ・デビンズという17歳の少女が殺害された事件なんです。これは現代のネット社会の闇について本当に考えさせられる凄惨な事件だったんです。インフルエンサーの少女。ビアンカ・デビンズはインスタグラム、TikTok など SNS 上で多数のフォロワーに支持されるインフルエンサーなんです。彼女の投稿は主に自撮り写真、容姿端麗だったためそれが人気を博していたそうなんです。インフルエンサーとは要は人気者のことで、誰もが憧れる人生を送っていたと思いきや、実は彼女の人生はその序盤から非常に悲劇的なものだったんです。若干17歳でインフルエンサーとなったビアンカは一体どんな人生を送っていたのでしょうか。ビアンカは2001年10月2日、ニューヨーク州ユーティカ市に生まれました。そしてその2年後には妹のオリビアも誕生。この妹をビアンカは溺愛しており、笑顔に包まれた幸福な幼少期を送っていたんです。しかしそんな幸せな生活は長くは続かなかったんです。ビアンカが9歳になった頃、両親は離婚してしまいました。原因は父の家庭内暴力。しかもその矛先が次第にビアンカにも向かうようになったため、危険を感じた母キムは離婚を決意したんです。そんな幼少期を過ごしたためか、ビアンカは中学に入学した頃から精神疾患に悩み始めました。人と向き合うことがなかなかできず、心を開けたのはごく少数の限られた人間のみ。その代わりと言わんばかりに、彼女の関心はアニメ、イラスト、ボーカロイドといった人と関わらないサブカルな趣味に向けられていったんです。そして高校に入学してからは奇妙な行動が目立つようになったといいます。ビアンカは女性でありながら178センチの長身とただでさえ人目を引く容姿だったんですが、思いつきで自分の髪をバッサリ切って赤く染めてみたり、照明器具を頭にかぶって外を走り回ったりなどなど奇行を繰り返していたそうなんです。やべえわね、これはね。そういった行動を若者はハメを外したがるからと軽く捉える人もいるんですが、問題視する声も多々あったんです。そして高校2年生の時、ビアンカはそんな周囲の声に耐えられず、とうとう学校に行くことをやめて引きこもり生活になったんです。そしてネットの世界へのめり込んでいくんです。引きこもるとね、ネットがよりどころになりがちっすよね。僕もね、浪人してた時ね、結構拓郎だったんで家で勉強してたらもう親が何回でも何か言ってくるから、もうブログとかやってましたよ。アメブロどんぐらいいたの、フォロワーみたいな。フォロワーはあれでしたけど、一応書籍化されました。早稲田に恋して調べてみてください。こんな番宣みたいなのテレビでしか見たことないんだけどそんなビアンカが特にハマったのはネット住民たちとの交流。 SNS の中で人種も民族も性別も様々な架空の人物のアカウントを作り、いろんな人間と交流を持ったんです。そしてこれら複数のアカウントの中で最も注目を集めたのはビアンカ本人とそっくりなアバターのアカウント。彼女はスタイル抜群で容姿端麗でもあったため、作
作り上げた架空のアバターよりも彼女自身の魅力を打ち出したものの方がよっぽど需要があったんです。そこで期待に応えるように自身の写真の投稿を始めるとフォロワーがどんどん増えていったんです。人付き合いが下手だっただけで人と交流することが好きだったビアンカはフォロワーの増加にたまらない快感を覚えました。 SNS の投稿にどんどんのめり込んでいき、アメリカ版の2チャンネルである4ちゃんやインスタグラムなど他の様々な SNS でもアカウントを作成、ネット上でのコミュニティを広げていったんです。そうして彼女はインフルエンサーとなったんです。それが自身の人生に幕を閉じさせることになるとは知らずに、引きこもり生活の寂しさからネットの世界にどんどんのめり込んでいったビアンカなんですけど、そんなね彼女が一体どうやってね命を奪われることになってしまったんでしょうか。いや私もねステイホーム中に何回も命奪われたわよ。ないないない、フォートナイトでもう建設するわ、ここに壁めっちゃ建設して青い武器と私も建設するわよ。私も建設するわよ。こうやって上からショットガンで撃ちます上級者か、この後ビアンカはネット空間によって人生を大きく変えてしまうある出会いがあったんです。ブランドン・クラークとの出会い。ネット空間で様々な人との交流を楽しんでいたビアンカは2019年春、ブランドン・クラークという男と出会いました。彼はゲームやアニメ、特に魔法少女マドカマギカを愛するいわゆるオタクな21歳だったんです。かわいいな。クラークはビアンカの住んでいた町から近い場所に住んでいたため、現実世界でも食事やライブハウスに遊びに行くなど頻繁に会う関係となったんです。そして2019年7月13日、ビアンカとクラークの2人はニューヨークシティで開かれたコンサートに遊びに行き、そこで悲劇が起きてしまうんです。一緒にね遠くまで遊びに行く2人だったんですが、なぜビアンカの命が奪われることになってしまったんでしょうか。コンサートに行った翌日の7月14日早朝6時3分、 SNS 上のビアンカのアカウントからあるメッセージが投稿されました。悪いな野郎ども、追っかけするなら他の子にしな。そしてこのメッセージとともに添付されていた画像には変わり果てた姿のビアンカが映っていたんです。事件当日、一体何が起きたのでしょうか。コンサートに出かけたビアンカはたまたま現地で別の知り合いの男性と出会いました。彼女はその男性と親しげに手を取り合ったりキスを交わしたりしていました。ビアンカとその男性は非常に親しげだったんです。そしてその様子を見たクラークはとてつもない怒りに体を震わせたんです。目の前で浮気されているような気持ちになったからなんです。実は2人の関係性に対して本人たちの間には非常に大きな認識のズレが生じていたんです。これについてビアンカの母によると、ビアンカはクラークは恋人ではないと語っていたそうなんですが、クラークは自分はビアンカの恋人だと名乗っていたそうなんです。気持ち悪いな。そんな認識のズレが残ったままコンサートが終わり、車に乗った2人、そしてユーティカに到着し、道に止めた車の中で2人はビアンカがキスしていたことで口論になりました。なんでやねん。ビアンカからすれば意味がわかりません。確かにキスはしたんですが、その行為に何の問題があるというのでしょうか。自分とクラークは友達のはず。そう思っていたビアンカを彼女と捉えていたクラークは怒り狂ったんです。そしてカッとなってしまったクラークはビアンカをナイフで刺してしまったんです。もうイカれてんなこいつ。その後クラークはビアンカの遺体画像を SNS に投稿、さらに自ら警察に通報し、これから無理心中の自殺パートに取り掛かるんだと言って電話を切り、自らも自殺を図ったんです。いやいやもう怖いっすよね。やっぱネットだから相手のね顔とかわかんないんですよ。僕たちもさダークウェブとかでさ、偽ボックス買ったけどさ、あれ誰がさ作ってるのかわかんないですよ。匿名性っていうのはすごい怖いよね。そうなんですよ、現場に駆けつけた警察は緑色の防水シート上で苦しそうに横たわるクラークを発見。さらにその数メートル先には炎が上がっていました。そしてその様子はインスタグラムで彼のフォロワーに対してライブ配信されていたんです。警察官の一人がビアンカはどこだと尋ねると、クラークはさあどこだろうねと叫んだんです。いや叫ばなくてええやろそこ。そしてその時警察官は防水シートの下から女性らしき髪が覗いているのを発見したんです。その後自殺を図ったクラークは救急隊の応急処置により一命を取り留めます。そして病院に搬送されて一段落ついた後、殺人の疑いで警察に逮捕されたんです。こうしてビアンカはその短い生涯にピリオドを下ろされてしまったんです。でも恋人だって勝手に思われて死ぬなんてもう理不尽すぎるわよこれ。そうなんですよね。ところがここからネット住民は信じられない反応を見せていくことになるんです。ビアンカの遺体写真の投稿から数時間後、 SNS ではこのようなハッシュタグが飛び交いました。リップビアンカ、
RIP とはスラングなんです。英語で言うと Rest in Peace、つまり日本語で安らかに眠れという意味なんです。ところがこのハッシュタグで行われる投稿は全くもって個人を安らかに眠らせるものではなかったんです。 SNS 上ではビアンカは恋愛感情のないアセクシャルだった、精神疾患を患っていた、ハートドラッグに溺れていたんだわなど様々な抽象的書き込みが広がっていったんです。さらにそれから数週間後、悪質なネット住民たちの間ではとんでもない遊びが流行したんです。それはビアンカの遺族に無理やり写真を見せるというもの。具体的には母キムの Facebook にビアンカの遺体写真を投稿するもの、スーパーで買い物中の妹オリビアにエアドロップで写真を送りつけるものなどなど、さらにビアンカの写真に様々な加工を施して投稿するものも現れたんです。こうして遺族の心はみるみるすり減らされていったんです。いやこれひどいわね。いやそうなんですよ、そもそもね殺人事件の悪くないね被害者側のしかも遺族がですよ、こんな追い込まれ方をするっていうのはちょっと異常なんですよね。この一連の事件はネット社会の恐ろしさを物語っているとも言えます。ビアンカへの中傷はもちろん、元を正せばクラークとの出会いもネットによるものだったんです。実はビアンカはクラークがどういう人物なのか、その本質を理解していなかったんです。彼は非常に精神が不安定な人物だったんです。子供の頃は内気ではあるものの礼儀正しく几帳面で真面目な少年だったんですが、その人間性は12歳の頃に崩壊。それは彼の家族に悲劇が起こったからなんです。彼の父親はつまりクラークの母親に浮気されたと勘違いし、ナイフを突きつけて10時間も立てこもるという事件を起こしていたんです。そしてその結果、父親は刑務所送り。この事件は彼の心に深い影を落とすことになったんです。以来クラークは愛情というものがよくわからなくなり、人間不信になっていったんです。この事件においてはクラークは被害者であり、彼には何ら悪いところはありません。しかし精神が不安定になっているという点は、彼と共に時間を過ごす上でビアンカは考慮に入れる必要があったんです。それができていれば今回のような悲劇を防げたかもしれないんです。もちろん悪いのはクラークで、ビアンカは完全に非のない被害者なんですが、この事件からはネットによる出会いというもののリスクについて考えさせられます。いやもう日本でも SNS とかマッチングアプリで知り合うっていうのは今時よくあることよ。まあ、そうっすよね。なんか僕らの親世代はあんまり理解ないですけど、やってみる？今募集すればいいじゃん。いやお願いしますそして事件から時間が経ち、 SNS が沈静化していく一方で、クラークの裁判が行われることとなりました。彼は無罪を訴えたんですが、殺人罪で有罪判決。当たり前だろ。懲役25年の禁錮刑に処されたとされています。しかし一方で、ビアンカの死後、遺族に対して心の傷をえぐるような行動を行ってきたネット住民たちは何の裁きも受けていないという現実があるんです。SNS によって出会わなければ奪われることのなかったビアンカの命。 SNS によって面白おかしく拡散されていったビアンカの死。現代社会特有のネットコミュニティには恐ろしい集団心理があったんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。